最近 SNS でよく見かける泡が大量に出るフォームガン。洗車で使いたいけどマンション済みなので水道もコンセントもなくて高圧洗浄機も使えないし、腕が疲れる手動の蓄圧タイプはちょっとだるいなって方結構多いと思います。そこで今回は水道も蓄圧も一切不要、ボタンを押すだけで泡洗車ができるようになる電動泡スプレーを5種類用意したので、プロも仕事で使う最新のものからアリエクのコスパ最強タイプ、そしてコメリで手軽に買えるものまで徹底的に比較します。動画の最後にはどれが一番使いやすかったのかランキング形式で発表するので、ぜひ最後まで見ていってください。ということで今回実際に使うスプレー5種類がこちら。左から IK スプレー、フォームキング、ながら洗車、 SPTA コメリといった感じです。今回新しく発売になり、発売後秒で売り切れたのがこちらの IK スプレー。IK スプレーは世界中の洗車のプロが仕事で使ってる蓄圧スプレーで、これまでは手動タイプだけしかなかったんですが、今年ついに電動化されて手動の蓄圧作業がいらなくなりました。電動になっても泡のクオリティは変わらないとのことなんで、早速車に泡かけてみてどんな感じの出方なのか実際にやってみたいと思います。それでは僕が最近行きつけの大阪の八尾にある個室でエアコントイレ付き室内洗車場にやってきたので、早速ボンネットに泡かけてみてどれくらい差が出るか試します。今回検証で使うカーシャンプーはながら洗車さんの電動スプレーについてきた泡シャンプー。これを水 1.5 リットルに対して液剤 30ml 入れて検証します。5本とも同じ水とシャンプーなので、スプレーの違いで泡に違いが出るかなど実際にお見せできたらなと思います。まずはプロがよく使ってる IK スプレーから。やっぱり安定のプロ仕様ですね。泡がめっちゃきめ細かくて、しかも扇状にムラなく広がる感じ。ボンネット全体に均等に泡がかけれるので、これがプロが選ぶ理由ってのが納得できるクオリティですね。昔からある手動タイプに蓄圧用のコンプレッサーがそこに追加されたぐらいなので、ほぼ昔の IK の上位互換ですね。それでは次にながら洗車さんの電動スプレー。さっきの IK に比べたら普通の電動スプレーって感じかな。IK と比べて泡が均等に出るのではなくて、なんかね、両端の泡が濃いので泡の端でエイムしていく感じなんで、ちょっと狙ったところにかけるのが難しいかなって感じです。けど車に泡かけるのは全く問題ないですね。それでは次にさっきのながら洗車さんのと見た目がほぼ同じのアリエクで買ったフォームキング。使った感じさっきのと一緒ですね。やっぱりこのタイプの電動スプレーはかなり広角で泡が出て、両端の泡だけなぜか濃いので、狙ったところに泡を重点的にかけるってのが少しやりにくい気がします。泡の感じもさっきと一緒でちょっと水分が多いかなって印象ですね。それでは次に SPTA。 これもアリエクで買って、さっきのフォームキングの新型っぽい感じ。結構作りが似てて、ハンドルの持ち手とかほぼ見た目が同じで、ボトルが変わったぐらいですね。それでは泡かけてみます。これ値段の割になかなかいいですね。さっきのフォームキングの進化版って感じがします。これだと両端が濃くなることもなく、IK ぐらいきめ細やかな泡ではないんですが、これで全然いい気がしますね。泡がまんべんなく扇状に出るし、変に端だけ濃いとかもなく、狙ったところにかけれるのでかなりいいと思います。泡の感じも水分少なめでいい感じですね。それでは最後にコメリで買うてきた電動泡スプレー。コメリさんのやつ、これも結構いいと思います。他のスプレーと比べても泡がモコモコした結構濃いめの状態で泡かけれて、フォームキングとながら洗車みたいにかなり広角で噴射するのではなく、ほぼ直線な感じで泡出せるので、狙ったところに泡をかけやすいメリットがあると思います。それでは次に車の側面に泡かけて5種類の泡の出方の違いを見てみます。まずは IK から。さすがプロが使う道具ですね。これ優勝だと思います。ただちょっと音が他のと比べてうるさい気がするんで、後ほど音量計使って比較してみようと思います。次にアリエクとながら洗車さん。ノズルの向きが縦と横になってて、泡の出方がちょっと違って見えたと思いますが、使ってみた感じやっぱり中身は同じスプレーな気がしますね。どうしても気になるのが、両端の泡が無駄に濃くて真ん中が薄いので、そこが気になってしまいますね。それでは次に SPTA。さっきも思いましたが SPTA 調子いいですね。泡の出方も均等で扇状に出るし、音もそこまでうるさくないと思うので、今のところ SPTA がランキング上位です。それではホームセンターで買えるコメ入りの電動スプレー。
コメリさんのも普通に便利ですね。広角で噴射されないけど、その分泡が濃いめで狙ったところにエイムできるので使いやすいと思います。コメリが近所にある方は洗車コーナー行けば売ってるので試しに買うのもありだと思います。今ボンネットと側面で泡の出方を見たと思いますが、やっぱり音がするので実際どれくらいの音量なのかを今からお見せします。まずは体感一番うるさいと思う IK スプレーから。スプレーしてる時は別にうるさくないんですけど、ずっと使ってるとタンクの空気圧が減ってきて自動的に蓄圧が始まってコンプレッサーの音がこんな感じでなります。この音を音量計で測ると 83.4 デシベル。壁1枚挟んだコーティングショップの中の人も音聞こえてたそうなんで、まあまあな音量だと思います。次にながら洗車とフォームキング。ながら洗車が 77.8、 フォームキングが76デシベルだったので、まあほぼ一緒ですね。次に SPTA78.7 ですね。さっきの2つと比べてもほぼ誤差みたいなもんですね。そして最後にコメリ。これが意外と音大きくて、まさかの 85.5 デシベルで、これが一番うるさかったです。僕の体感でいくと IK が一番うるさい気がしてましたが、コメリが一番うるさかったですね。ちなみに80デシベルがどれくらいうるさいかチャット GPT に聞いてみたところ、ちょっと音控えめな掃除機ぐらいの音量だそうなので、静かではないですね。参考までにこういう高圧洗浄機の音量はだいたい85から100デシベルの音量なので、高圧洗浄機より若干静かかなって感じですね。もし音を出せないような環境で洗車されるなら、手動蓄圧の IK がおすすめです。手動タイプで IK に勝てるのないので、間違ってもホームセンターで売ってる手動タイプは買ったらダメですね。昔動画のネタで買いましたが、泡のクオリティが全然違うので、手動タイプ買うなら IK 一択です。あとは気になるバッテリー持ちや使い勝手についてまとめると、今回紹介した5種類は全て USB-C で充電できるので、わざわざ専用の充電ケーブルを使う必要がないです。どれもこういう感じで USB-C がさせるようになってて、充電状況もランプで判断できるようになってます。肝心なバッテリー持ちですが、最新モデルの IK スプレーの場合、去年アメリカのラスベガスで開催されたセマショーに行った時に IK のメーカーの中の人に直接話を聞いたんですが、満タンまで充電するとタンク10本ぐらい、普通車で5台は余裕で泡がかけれるので、仕事で使われる方も安心して使えますね。もちろん防水なので水かかっても大丈夫な仕様。ながら洗車とフォームキングだと連続使用時間40分、 SPTA が倍の連続80分、コメリの2980円のだと連続15分から20分ぐらい使用できる感じですね。がっつりホイールからボディまで洗うとなると、最低でも40分ぐらい使えるのがいいかなと思います。気になる本体の重さですが、どれも意外と重くて、軽い順に紹介するとコメリが 600g、 ながらフォームキング SPTA がどちらも 900g、 IK スプレーが 1.2kg でしたね。それに水 1.5 リットルぐらい入れて使うことになるので、プラス 1.5kg と考えるとまあまあ重たいです。あとは水入れた時にどれだけ水が入ったか、どのボトルにもメモリがあって分かるようになってますが、5個全部使った感じ、 IK スプレーが一番見やすく、次に SPTA、 この2つはどこまで水が入ってるかかなり見やすくストレスゼロでした。そしてその次にフォームキングとながら洗車、一番見えにくかったのがコメリでしたね。これはボトルが白なのもあってか全然見えなかったんで、黒のマジックでメモリを上から書きたくなるレベルでした。今回5種類全部使った感じ、 IK が一番値段高い分泡のクオリティも良くて、しかも泡の性質を変えれるこういうパーツが入ってて、泡に含まれる水分の量の調整までできるので、ランキング発表の前に IK の泡の違いをサクッとお見せすると、これが元からついてる標準タイプ、まあ安定の泡ですね。普通に濃いと思います。次に緑のドライフォーム、やっぱりドライと言ってるだけあって一番水分が少なく泡が濃いめです。そして最後にオレンジの水分多めのウェットフォーム、これは明らかに水分が多くて、先ほどの2つと比べても泡が全体的に流れ落ちてるので水分が多めなことが見えたと思います。このスプレーのパーツを交換するだけで泡の出方を変えれるのが IK スプレーのいいところですね。ただ毎回付け替えるの正直めんどくさいので、個人的に使った感じ標準タイプのグレーでいいと思います。これで5本ともメリットデメリット両方ともしっかり紹介できたと思うので、僕が個人的に思う使ってみてよかったランキングを発表すると、最下位の5位と4位はアリエクで買ったフォームキングとながら洗車のスプレー。多分どっちも同じ作りで泡の出方が一緒なんですが、やっぱり泡の両端がなぜか濃くて、狙ったところに泡を当てるのが難しかったので5位と4位にしました。3位がですね、コメリの2980円の電動スプレー。これは泡の出方も濃さもちょうどよくて、本体も一番軽く使いやすいんですが、連続使用時間が15分から20分とちょっと短いので、結構がっつりホイールからボディまで洗車するってなると充電が切れる可能性高めなので、そこが微妙かなってことで3位ですね。そして2位がアリエクで買った SPTA。 これ値段も安くて、泡のクオリティも電池持ちもどっちも良くて、泡も両端だけ濃くなるとかなくて、均等に扇状にかけれる
るし、水がどれくらい入ったかのメーターまで見やすかったので、正直これ1位にしてもいいレベルで使ってて本当に良かったです。そして1位はやっぱり IK ですよね。泡のクオリティも出方も完璧で、世界中の洗車のプロが仕事で使う道具なんで、買って失敗することはまあないですね。ちょっとコンプレッサーの音がうるさいのがデメリットですが、こちらまさかの手動のハンドルもついてまして、充電忘れたとしてもこれまで通り手動で蓄圧してあげればそのまま使うこともできるので、これまであった IK スプレーの完全上位互換ですね。ちょっと気になったのが音と重さと値段ですね。安い高圧洗浄機買えるぐらいの値段するので、そこがちょっと購入のハードル高くなる可能性ありますが、日本だけじゃなく世界中のプロが仕事で使うものなので、買って失敗することは絶対にないので、お金に余裕がある方は IK、 コスパ最強で行きたい方はアリエクの SPTA、 この2択だと思います。ちなみに最近はアルカリ、酸性、中性の3種類の泡をかけて車の汚れを効率的に落とす 3pH 洗車っていう方法も流行ってきてまして、電動スプレーがあればそのやり方も簡単にできて、僕がおすすめする洗車のやり方は、アルカリ性シャンプーを洗車する前に電動スプレーで車全体にぶっかけて、そこで5分ほど放置。その間は何もしなくて、アルカリの泡に代わりに洗車傷の原因になる砂や泥、虫汚れなどの有機汚れを分解してもらって、5分後に水で泡を流すと、傷の原因になる硬いものは水と一緒に車から全部落ちるので、その後の手洗い洗車で洗車傷を入れずに快適に洗車できるし、従来通りの普通の中性シャンプーだけで洗うやり方とでは汚れ落ちが全然違うので、アルカリかけて放置してから普段通り洗うやり方をおすすめします。めちゃくちゃ汚れたなって時だけアルカリの後に酸性入れればいいです。僕が普段使ってるのはラボコスメティカのプリマスっていう人気すぎていつも売り切れてるアルカリシャンプー。これは VDA 認証というどの車の塗装にも安心して使うことがドイツの認証機関で証明されてるプロ向けのシャンプー。ただ人気すぎて多分売り切れてます。オートバックスで買えるのでいくと、プロスタッフのアルカリシャンプーも使ってみて結構良かったんで、どちらもおすすめです。ここまで結構長く説明しましたが、電動スプレーがあることでめんどくさい洗車がだいぶ楽になって時短にもつながると思うので、ぜひ何かしら買ってみて効率よく洗車してもろたらなと思います。今回動画で紹介した電動スプレーやおすすめのカーシャンプーは動画の下にある概要欄に全部まとめておくので、ぜひ自分に合ったのを見つけていただければと思います。スマホの方は動画のタイトルをタップすれば概要欄が下から出てくるので、ぜひ活用してください。この動画が参考になったなと思った方はチャンネル登録かいいねを押してもらえるとモチベーション上がるのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画で。最後までご視聴いただきありがとうございました。